あなたは他人をロボットのように操れたら何をさせますか？遡ること約60年前の1963年、スペインのコルドバ。ここにある闘牛場で歴史に残る有名な実験が行われました。リングの中にいるのは闘牛士ではなく、スーツを着たごく普通の男性。飛び込んできた闘牛は興奮した様子で男性に突進していきます。男性は布を使って避けていくんですが、ついに壁際に追い込まれてしまいました。危ない！誰もがそう思った瞬間、怒り狂っていた闘牛は急に歩みを止めたんです。見ろ！この通り指一本触れずに牛を止めたぞ。衝撃の光景にざわめく会場。荒れ狂う闘牛を止めたものはなんとリモコンのスイッチだったんです。生き物の動きをコントロールする悪魔の装置、スティモシーバー。世間を騒然とさせた発明は人々に一体どのような影響を与えたのか。天才科学者の発明により見えてきたのは科学の光と闇だったんです。おそうっす。20日で 3.5 キロ痩せたわ。ケンちゃんです。なんか落ちたけど大丈夫。ウィンク一つでコントロール。愛の操縦士、やみやみこです。あんたもちょっとやってみなさいよ、ウィンク。なんでやってみなさいよ。今、ヤミコさん見てないうちにやりました、実は。あ、ほんと。隙間ウィンク。大丈夫です。本日皆様にご紹介するのは悪魔の装置と呼ばれたスティモシーバーについてです。スティモシーバー？闇の儀式とかやるわけ？なんか魔法陣かなんか書いて。実はですね、もっと現代的なあるものを使って人を操ろうとしたとね、言われてるんですけど。操れるの人？まあね、そもそもね、ある発明なんですよ、このスティモシーバーっていうね。一種のリモコンみたいなもんなんですけど、当時はね、もうそれ悪魔の発明だなんだと言われたんですけど、振り返ってね、今見てみると、ある意味偉大な発明でもあってですね、当時の先入観とかね、そもそも人間の先入観って恐ろしいなって僕はこの事件知った時にね、思ったんですけど。どういうこと？それがね、どのような装置だったのか、スティモシーバーについて早速見ていきたいと思います。デルガードの発明。遡ること約60年前の1963年、舞台はスペインのコルドバにある闘牛場。ここで一人の男が有名な実験を行いました。実験を行ったのはアメリカのイェール大学に所属していた教授、ホセマヌエル・ロドリゲス・デルガード。脳科学者のデルガードは脳の活動をコントロールする装置としてスティモシーバーという装置を発明しました。スティモシーバーは別名、脳埋め込みチップ。SF で洗脳に使われるような脳に直接埋め込んで使う装置なんです。手のひらより少し小さいくらいの電極を脳に埋め込んで弱い電流を流して人間の感情を引き出したり体を強制的に動かしたりするというものでした。脳にチップとかさ、それこそなんかマトリックスじゃないけど SF の世界みたいじゃん。そうですね。いわゆる SF とかでよく出てくるブレインマシンインターフェースなんですけど。ブレマシなんですよ、これ。ブレマシ？というわけで本日のメトラキーワード、ブレインマシンインターフェースについて。ブレインマシンインターフェースとは脳と直接つないで機械を操作したり脳を直接刺激して情報を伝えたりする技術の総称。 SF の設定でよく使われる技術でアニメソードアートオンラインにも出てくるフルダイブ系ゲームなどもこの一種なんです。脳波を測定して機械を動かしたり脳を直接刺激して治療を行ったりする技術はすでに実用化もされており、介護福祉現場やパソコンの操作などにも活用されているんです。めちゃくちゃ便利そうな発明じゃないの？なんでこれが悪魔の発明なんか言われてるわけ？それはですね、スティモシーバーが優秀すぎてからです。数々の動物たちで実験を成功させてきたデルガードはついに人間を使った実験にも取り組みました。選ばれた被験者の脳にチップを埋め込み、猿や牛の時のようにリモコンで命令を送るんです。すると被験者の意思とは関係なく被験者の腕や足が動いたんです。スティモシーバーによる命令は被験者の意思よりも強く、被験者は命令を無視できませんでした。めちゃくちゃ怖えなそれ。つまり本人が動かしたくないと思っていても勝手に腕が動いてしまい、本人には止めることができなかったんです。このような驚くべき結果を受け、人々は口々に噂しました。スティモシーバーは人を操れる機械だ。怖いの。自分の体が意図せずこうやってさちょっと怖い。わざとじゃない。照れてんじゃないあんた。違うスティモシーバーされてた今もしかしいやて？違う。スティモシーバーを言い訳にしてあんた触ってきたじゃない本当に。触るわけないじゃん。うわーもう本当にうまいんだから本当に。こうやって乗られるのが分かったから最悪だわと思って。よかったじゃん、スティモシーバーきっかけで夢が叶って、ずっと目の前に夢があったわけでしょ。いやない俺もっと高みにあるから夢。ごちそうさまでした。本当。ごちそうさまでしたって言って一応言っとく。マインドコントロール。
荒れ狂う闘牛をリモコンだけで止めてみせたデルガード。スティモシーバーによって生き物を動かす実験は着実に成功例を増やし、人間を使った実験も進んでいました。しかしここで新たに恐ろしい出来事が起こるんです。それは攻撃性の増加。なんとスティモシーバーによって急に凶暴になった人がいたんです。その人物はデルガードがリモコンを操作した途端に怒り出し、持っていたギターを叩きつけるという攻撃的な行動をとったんです。ギター叩きつけるってなかなか激しいわよ。なんかうまく弾けなくて切れちゃったんじゃないのこれ。実はですね、スティモシーバーをこの被験者が使われる前にすでに演奏してて、その時は落ち着いてたんで、イライラしてたみたいなことは関係ないんです。前後の変化で言うとね、スティモシーバーを使った後にそれが起きたんで、スティモシーバーの成果もね。いや、せえよ。スティモシーバーのせえよ。適当だな。この時スティモシーバーによって刺激されたのは側頭葉。脳の中でも言語や記憶、聴覚に関わる部分でもあり、感情を生み出す部分とも考えられているんです。これによってスティモシーバーは人間を動かすだけではなく、存在しなかった感情を生み出すことが証明されました。1970年、ニューヨークタイムズはデルガードの研究を大々的に取り上げ、デルガードのことを精神を操作する精神市民社会の先駆者と報道。この報道を受け、スティモシーバーの世間からの評価が変わりました。これまでのスティモシーバーは単に手足を自動で動かす機械という認識。しかし精神を操作すると報道されたことで、多くの人が次のような恐怖を抱くようになったんです。スティモシーバーは洗脳マシンだと。洗脳？やばいやつじゃないこいつ。洗脳しようとしてたから置いといて、デルガードのね、このスティモシーバーの実力っていうのは、闘牛の一件でね、もう世の中に証明されてるんです。そして、その報道をきっかけにデルガードは多くの人々の注目を集めていくんです。ニューヨークタイムズで特集を組まれたことをきっかけに、世界中の人々から注目を浴びるようになったデルガードは、ある予想外の騒動に巻き込まれるんです。それが数百人規模の訴訟問題。なんと何百人という人々が脳にチップを埋め込まれ、デルガード教授に洗脳されて操られているという訴えを起こしたんです。訴えを起こした人たちはいかにデルガードの実験が非人道的で自分たちが苦しんでいるのかを訴えました。そしてこの訴訟に対して下された判決は無罪。なんで証拠足りなかったとか何裏で取引してたとかってこと？違うんですよ。この訴訟っていうのは、それ以前の問題なんです。アメリカ医学会からの追放。数百人から訴訟されたにもかかわらず逮捕されることがなかったデルガード。デルガードは自分の実験結果や様々な情報をもとに無実を訴えていました。数百人から覚えのないことで訴えられたデルガードは無実を証明するために必死だった。彼らの言っていることは全て妄想です。デルガードは確かに人体実験を行っていたが、それは全て同意の上だった。被験者の同意書は確かにある。だがこれは同意を取っていない者たちに手術をしていない証拠にはならないだろう。事実としてデルガードにチップを埋め込まれたという人物は後を絶たない。しかしデルガードが無実を主張する根拠はこれだけではなかった。そもそもスティモシーバーにそのような能力はありません。どういうことだ？我々はスティモシーバーのチップを埋め込まれた人物は自分の意に反する動きにも従わざるを得ないと聞いているぞ。特定の行動をさせたり、細かい動きや複雑な命令を実行させることはできません。闘牛の実験映像のインパクトは強く、多くの人がスティモシーバーは人を自由自在に操れる装置だと思っていた。しかしそれは大きな誤解だった。人の心も操れるんだろう？映画のように記憶に嘘の情報を書き込むこともできると聞いたぞ。できません。少なくとも現代の医学では不可能です。そうか。こうしてデルガードへの数百人の訴訟は全て被害妄想だったと結論付けられた。陰謀論みたいにね、自分の脳になんか埋め込まれて操作されてるみたいな思い込む人は昔からいるものね。そんなわけないっす。なんでかっていうと、スティモシーバーがね、サイズがでかいんで、知らぬうちに自分がスティモシーバー埋め込まれてるみたいな状況なんて起こりえないですよ。そうね。陰謀論もクソもないっすよ。デルガードは別に無罪じゃない。そのまま放免されたんでしょ？それでね、平和が訪れないんです、実は。そう簡単にはいかないんです。無事に逮捕されずに済んだデルガード。しかしデルガードはこの騒動がきっかけでアメリカの医学界を追放されてしまうんです。脳にチップを埋め込んで人を操るという技術が注目された結果、アメリカで社会問題に発展してしまったから。デルガードに非はないものの、大きな社会問題に発展するような研究を行っている彼をアメリカの医学界は問題視したんです。デルガードはアメリカ国内で激しい批判の的となってしまい、アメリカを追われるようにスペインに帰国しました。しかしその後もデルガードの研究に対する偏見
見はやまず、1980年にイギリスのドキュメンタリー番組でデルガードの発明が紹介された時にも大きな騒ぎになっているんです。この時の内容はソ連が人の考えを遠隔操作する研究をしているというもので、その根拠として紹介されたのがデルガードの発明した装置でした。さらにスペインに戻ったデルガードはそこでも人体実験を続け、被験者の一人が実の娘だったことも批判を浴びたんです。自分の娘までに手出してさ、ちょっとかわいそうだってデルガード思ってたけど、これどうなの？当時はね、悪魔の科学者と評されてたんですけど、逆にですよ、山本さん考えてください。その装置って実はやっぱ本人も認めるぐらい安全だったんじゃないかってことの裏返しもありますね。そういうこと？悪魔と評された実の娘を使った人体実験。しかし実はこの頃には研究が進み、体に埋め込まないでスティモシーバーと同じような機能を持つ装置の発明に成功していたんです。すげえな。この人体実験で死亡したり廃人になったりしてしまった被験者は一人も出ていません。それどころかこんなこともあったんです。デルガード教授、私の娘にスティモシーバーを埋め込んでください。男の娘は暴行の罪で有罪判決を受けた女性でした。しかしデルガードはこの依頼をはっきりと断っているんです。デルガードはスティモシーバーで人を操ろうなどと考えたことはありませんでした。あくまでも病気の治療のためだけに使っていたんです。デルガードはアメリカ医学会から追放され、世界中から誤解を受けても諦めずに研究を続け、多数の論文を発表し、本も出版。しかしアメリカ医学会でタブー視されるようになったデルガードの論文はいくら出しても引用されることはないんです。いやいや、研究はちゃんとできてたんだから、別に引用されないぐらいそんな大きな問題じゃないんじゃない？そんな甘くないんすよ。どういうこと？ね、博士課程の皆さん、研究者の皆さん、そんな甘くないのです。そうなの？あなたなんでか何かってっていうと、僕は学士です。学士。まあ論文も書きましたよ。テーマ何？なんか俺、フッサっていうとこ地元なんですけど、その町に住んでる外国人比率と外部の Wi-Fi の数って正比例してんじゃないかっていうのはいはいその論文を書いたんですけど、結果別に正比例してなかったですよ。あ、そうなの？いや、わかんない。多分正比例したかどうかもちゃんとまとめてないのかもしれない。結論出てないじゃない。どうでもやねん、その話は。その研究においてで、その論文がね、他の人に引用されたかっていう、その数とかっていうのは、研究者の信用に関わるんで、いや、結構大事なんです。より自分の信頼度が高まって、研究者として箔がついていくっていうね。認められた証ってわけね。そういうことなんです。アメリカ医学会から追放され、研究成果を発表する論文も無視され、報われない日々を過ごしたデルガード。結局、デルガードは1990年に引退し、2011年にその生涯を閉じたんですが、最後まで彼の研究が報われることはありませんでした。しかし近年、医学界で新たな意見が出ているんです。それが、スティモシーバーは有益だったんじゃないかというもの。都合がいいな。散々デルガードを腫れ物扱いしてたのに、どういったことよ、これは。手のひら返し。手のひら返しじゃない、こんな。めちゃくちゃたくさん論文出してた時はさ、無視されてたのに、どういった風の吹き回しなのって。実はですね、うん近年注目されているある治療法がきっかけだったんです。脳神経の最新医療。スティモシーバーが近年になってから再評価され始めたのは、脳深部刺激療法が注目されるようになったから。脳深部刺激療法とは、脳に埋め込んだパーツに適切な刺激を与えることで、脳に関する様々な症状の改善を図る治療法。具体的には、転換やパーキンソン病のような脳神経に関する病気や、重度のうつ病、強迫性障害など、薬では抑えることができなかった症状に劇的な効果を期待することができるんです。要はですね、薬を飲んでも治らない、脳の病気とか、そういう症状に、このスティモシーバーが有効なんじゃないか、そういう治療法に有効なんじゃないかって、そういう話なんです。ほんとどの病気もかかっちゃったらすごい親族の人も悲しんじゃうような病気よね。だからもう症状改善するんだったらめちゃくちゃいいじゃない。そうですね。1995年にフランスで考案され、日本でも2000年には保険適用が認められている脳深部刺激療法。従来の脳を切り取る手術とは違い、後遺症が少なく外部からの刺激が調節できるこの方法は、治療の難しいこれらの疾患に対して有用だと考えられているんです。しかし一方で、この治療方法に嫌悪感を抱く人もいるんです。脳に機械を埋め込むなんて洗脳されるんじゃないのか。脳に刺激を受け取る装置を埋め込んで、外部から電気や磁力などの刺激を送る。この方法はまさにかつて人を洗脳して操る装置と恐れられたスティモシーバーと同じもの。スティモシーバーに対する誤解や偏見が新しい治療法にまで影響を与え、治療を阻んでいるんです。科学の発展には多くの実験が必要であり、中には非人道的な実験が行われることもあるんです。このアルゴメトリでも過去に世界各地で行われてきた様々な人体実験を紹介してきました。しかし数多くの研究結果によって救われた命があったことも確かなんです。本当に大事なのは、一人一人が誤解や偏見で判断せずに、その結果をしっかりと見極めることではないでしょうか。